こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python での GUI の使用方法1、ラベル、メッセージ、ボタンの使用と題詞をお送りします。旧来のコンピューターシステムでは CUI と言われるユーザーインターフェースが使用されてきました。CUI とは、コンピューターやソフトウェアが利用者に情報を提示したり操作を受け付けたりする方法の類型の一つで、すべてのやり取りを文字によって行う方式です。利用者はキーボードなどを用いて文字列によって指示を与え、コンピューターからはディスプレイ装置に文字を表示して応答を返したり情報を提示します。画面やウィンドウの上部から人間の入力文字列とコンピューターの出力文字列が交互に並ぶ対話式の操作環境が一般的です。CUI は、現在でもコマンドプロンプトの入力や Google コラボラトリーエディターでも使用されています。GUI はグラフィカルユーザーインターフェースの略で、コンピューターの画面にボタンやテキスト入力欄などが配置された操作系を指す言葉です。GUI では、操作やタップ入力で項目を選んだりボタンを押したり文字入力が必要なときはキーボードやソフトウェアキーボードが数値や文字列を打ち込みます。多くのパソコン用ソフトやスマートフォン用アプリの操作系が GUI となっています。このスライドでは Excel の画面を表示していますが、このソフトも GUI の代表的な例です。GUI を使用するには Google コラボラトリーでは部分的にしか使用できませんので、今回は Mu エディターを使用することとします。Mu エディターのインストール方法についてはスライド下部の URL をご参照ください。Mu エディターでは初心者用でも操作が簡単なユーザーインターフェースが用意されています。このソフトでは MicroPython のほか Python 3も使用できるので、こちらを用いて説明を行っていきます。画面に右の図のようなウィンドウを表示するには Python で GUI 環境を設定するテイキンタモジュールをインポートします。そしてウィンドウモジュールオブジェクトをルートとして設定します。そして4行目のルートドットタイトルでウィンドウのタイトル行に表示する文字列を設定します。5行目では幅800、高さ600のウィンドウ画面を設定します。7行目のルートドットメインループでウィンドウの処理を開始します。表示されたウィンドウに文字列を表示するには、短い文字列ではラベルを、長い文字列ではメッセージオブジェクトを使用します。赤枠で示した上部はラベルの指定を示し、下の部分ではメッセージの設定を示しています。ラベルの表示はテイキンターのラベルオブジェクトを使用し設定を行います。ラベルのパラメータは、最初にオブジェクト名、ここではルート、そして表示する文字列をテキストに代入し、フォントを設定していきます。表示する位置の設定は、プレイスを使用し X と Y 座標を設定します。ウィンドウの座標系は、左上を原点とし左右方向を X 座標、上下方向を Y 座標として表示します。プラス方向は、X 座標では右方向、Y 座標では下方向に大きくなります。メッセージの表示は、長い文字列を表示するのに使用されます。テイキンターの後にメッセージオブジェクトを設定し、パラメーターとしてオブジェクト名、テキスト、表示幅、バックグラウンドカラー、フォントの順で設定を行います。メッセージの表示位置はプレイスを使用し設定します。それではウィンドウを表示するプログラムを説明します。こちらのインポートでテキンタのモジュールをインポートして、そして、ルートにテキンタのウィンドウオブジェクトを設定します。そしてタイトルでこの文字列を表示する。大きさが、ルートジオメトリーで 800×600 を設定し、そして、こちらで、ウィンドウの処理を実行します。それでは動かしてみましょうか。こういう形でですね、ウィンドウが表示されてきます。ここでは今メッセージも何も表示されていない状態です。それでは次に、こちらの方ですね、メッセージを表示する
プログラムですけども、まずラベルの表示はですね、このテキンタの後にラベルっていうオブジェクトを設定し、オブジェクト名、そしてラベルの文字列、フォントを設定します。このラベルの1番目が LA01。これをプレイスで X 座標100、Y 座標50の1に表示します。同じようにラベルの2番目ですね、こちらの方も同じような形で設定します。そしてメッセージはですね、メッセージオブジェクトを設定し、同じように、オブジェクト、メッセージを設定して、フォントを設定するというような形になります。メッセージが長い場合、テキストが長い場合はこのメッセージオブジェクトを設定します。これで実行していきます。こういうような形でですね、2つのラベル、そして長い、文字列の実行というような形で、ウィンドウに表示することができます。で、メッセージオブジェクトの中でですね、こういうように、エスケープシーケンスを使用すると、この場合は開業して表示させることができます。こういう形ですね。ボタンを表示するには、テイキンターのボタンオブジェクトを使用します。この例では、タンアンダーライン A とボタンアンダーライン B の設定と表示を示しています。ボタンを表示するコードをここに示しています。ボタンオブジェクトのパラメーターはオブジェクト名、テキストこれはボタンに表示する文字列です。そしてフォントを設定し、プレイスによってボタンを表示します。このコードではボタンは表示されますが、具体的な操作が設定されていません。こちらのコードは、タンのクリックがされた時反応するプログラムです。ボタンアンダーライン A または、タンアンダーライン B が押されるとメッセージの内容が変更されます。ボタンが押されると反応するプログラムを作るには、ボタンが押された時の処理を関数として最初に定義しておきます。そしてボタンオブジェクトの設定時にコマンド関数名として設定すると、そのボタンが押されると指定した関数の内容が実行されます。ここではメッセージオブジェクトのテキストが変更されて表示されます。ボタンを配置するプログラムについて説明します。こちらのような形で今ボタン A、そしてボタン B を設定していますけども、テキンターの後にボタンオブジェクトを設定し、ウィンドウのオブジェクト、そして、ボタンに表示する文字列、そしてフォントを設定していきます。そして場所をここで設定をしているんですね。これで2つの、ボタンを表示します。では実行してみましょう。こういう形でですね、ボタン A とボタン B が表示されました。これをクリックしても今のところ何も変わりませんね。それで、次に、反応するプログラムですね。で、このボタンオブジェクトの設定のところで、コマンドというのを用意して、コマンドイコール、ここの関数名を設定します。push A。で、ここで、def の push A を実行すると、mess。これメッセージオブジェクトですね。メッセージオブジェクトの、テキストを、push A ボタンっていう風に、表示、させます。B では push B ボタンという風に設定、させるっていうプログラムになります。それでは実行しましょう。こういう風な形で最初のメッセージはこういう形になってますね。で、これを A を実行するボタンと push A ボタン。で B を実行すると Push B ボタンというような形で動作を行うことができます。